来年2023年はフランス革命の時と同じ星の配置に2024年11月から本格的な風の時代。持っているだけで愛をお裾分けできるスヌーピ。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日はオールアバウト風の時代前編をお話しします。私も前回までお話ししながら気になっていた風の時代、日本ではこんな風に一般の女性誌にも出るくらい流行った言葉。ちなみにここには風の時代の幸運の鍵は自分で考える力や情報のシェアと書いてあります。なぜ風の時代という言葉が広まったか。私が思うに一番の理由は2020年の変化を言い当てた占い師さん、東洋と西洋の占星術を駆使するその名も水晶玉子さん。風の時代という言葉に多くの日本人が気づいたきっかけ、水晶玉子さんの占いの経緯を女性誌ミモレから引用しますね。今回の出典は全部ミモレ、ネットでも読めるのでリンクを説明欄に貼っておきます。まず2019年9月27日、2020年を占って彼女は絶対に変わらないと思っていることに変化が訪れる。怖がらせるわけではないけれど、一つの国の形が変わっても決しておかしくないのが2020年なんです。私の予想はテレワークの浸透、オリンピックの交通規制だけ見ても影響は必至。これを機にテレワークを導入しようという会社もたくさん出てくると思うんです。こう予言しました。翌2020年10月30日、占いの答え合わせをしています。何が起きてもおかしくないとは言ったけど、まさかこんな形で変わるとは思いませんでしたね。緊急事態宣言やロックダウンなんて映画の中の話だと思っていたし、テレワークも私はオリンピックをきっかけに進んでいくのだろうと予想していましたから、それをまさかウイルスが推し進めるとは。本当に現実はいつも想像の斜め上を行きますね。まさかのコロナ、当たり方が自然。2020年のテレワークという方向性だけがドンピシャで当たっているところに逆に信憑性を感じました。今日本で問題になっている霊感商法とは根本的に違うんですよね。ネットで無料で記事は読めますし、きつい言葉で断定はなさいませんし、現実はいつも想像の斜め上とか正直で明るいところが水晶さんの魅力。面白いでしょう。昨年末2021年11月13日には2022年から2023年あたりはどこかの国の形が大きく変わっているかもしれませんと予言しました。この約3ヶ月後、ロシアによるウクライナ侵攻、悲しいことですが来年くらいまで要注意ということでしょうか。来年2023年はキーポイントになるらしく、なんとフランス革命の時と同じ星の配置になるのだそう。2020年1月1日の記事によると、フランス革命ではそれまでその他といった扱いだった人々に初めて市民という名前が与えられました。名もなき人々が主役となって歴史を動かしたように、それくらい何が起こるかわからない、本当に未知数なんです。例えば世界政府の発足とか火星への移住とか、まるで SF のような話が実現する可能性だって十分ありますよ。とにかく歴史の大きな曲がり角に私たちはいるみたいです。具体的な風の時代の到来時期については2021年11月13日の記事にありました。ここテストに出るぞ。2026年くらいまで大きな星の星座の移動が続きます。
ここ十数年ヤギ座にいる冥王星が次の水亀座に入るのが2023年3月。一度ヤギ座に戻りますが、2024年11月には完全に水亀座に移動します。ここからが本格的な風の時代の到来ですね。さらに2021年時点で大牛座にある天王星も2026年4月には双子座に移動。そうするとこれまで土の星座にあった大きな星が全て風の星座に移動してしまいます。皆様が分析できるように論拠をそのまま読みましたが、時系列でまとめると2023年3月が風の時代の第一歩、2024年11月から本格的な風の時代、2026年4月には土の時代の残りがも消える。これらの時期はちょっと頭に入れておいても検証するのに興味深いかもしれませんね。風の時代とか土の時代、それについてはまた次回お話ししますね。風の時代の特徴は持たない自由、頑張らない組織。このチャンネルの付録の付録紹介、今日はスヌーピーのふわふわダブルポーチリンネル2021年10月号の付録で、表紙は松岡真由さん。ふわふわ素材のスヌーピーがハートを抱っこ。ハートにキャンディーを入れるとこんな感じ。しかもこのハート取り外せるんです。スヌーピーの両手はマジックテープ。ポーチとしても便利な可愛いセット。スヌーピーポーチははがき台で存在感あり、アクセサリーやコスメポーチ、ペンケースに。ハートポーチは手のひらサイズ、コインケース、あるいは鍵など入れて単体使用もおすすめ。チェーンでカバンに真っ赤なハートを抱きしめているスヌーピーはデニム生地や黒リュックとも相性抜群。持っているだけで愛をお裾分けできるスヌーピー。どこにでも連れて行きたくなっちゃうふわふわダブルポーチでした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではではまたね。